皆さんの職場や友人、親戚の集まり、あるいは数年ぶりに顔を合わせた同窓会などで、こんな風に感じたことはありませんか？あの人、いつも羽振りが良さそうだけど、本当にお金持ちなのかな？同じくらいの給料のはずなのに、どうしてあんな余裕があるんだろう。日本人は昔から、お金の話を直接するのは、はしたないことだと教わってきました。だからこそ、同僚や友人の本当の懐事情は、深い霧に包まれたように見えにくいものです。しかし、彼らの何気ない、ちょっとした振る舞いや、日常の買い物の癖を注意深く観察すると、不思議なことに、隠されたリアルな銀行残高が残酷なほど透けて見えてしまいます。お金の使い方には、その人の心の在り方や人生の優先順位が嘘のように現れてしまうからです。今日はそんな他人の懐事情を行動経済学という心理のレンズを通してこっそりと覗き見していきましょう。私たちの身の回りに潜む5種類の人間の生態観察です。他人の振る舞いを客観的に見ることで、もしかして自分も同じ罠にはまっていないかと、ご自身の現在地を確かめる最高のエンターテインメントになるはずです。それでは出航します。ようこそお金と自由の航路へ。船長です。まずは1種類目の生態観察からいきましょう。貯金0から100万円層のフルローン見えっ張りタイプです。こういう人、皆さんの周りにも一人は思い当たりませんか？職場の休憩室や親戚の集まりなどで、いや、今月もカードの支払いが厳しくてさ、うちの会社は本当に給料が上がらないよな。税金ばかり引かれて、手取りが全然増えないよ。そんな風に、いつもお金や会社の愚痴をこぼしている人です。しかし、そのたもとをふと見ると、カメラのレンズが3つもついた、20万円以上する最新のスマートフォンを、当たり前のようにいじっている。休日のショッピングモールで見かけると、そんなに給料が厳しいと言っていたのにと思うほど、全身をわかりやすい、ブランドロゴの服で固めていたりする。さらに、会社の駐車場や自宅の前には、数百万から下手すると1000万円近い、ピカピカの大型ミニバンが、誇らしげに止まっているわけです。もちろん、その車はフルローンです。毎月の給料の大きな部分が、車のローンと維持費に消えていきます。口ではお金がないと嘆きながら、やっている行動は、全く逆で、お金持ちのふりをしてしまっているのです。なぜ、このような矛盾した行動をとってしまうのでしょうか。これは彼らが特別愚かだから、というわけではありません。人間の脳に最初からプログラミングされている、あるバグが原因なのです。私たち人間は、10年後、20年後に訪れるかもしれない、老後の大きな安心よりも、今すぐ手に入る目の前の小さな快楽や他人からの称賛を圧倒的に高く評価してしまうという厄介な性質を持っています。例えば、夏までに痩せようと固く決意したはずなのに、目の前に美味しそうなショートケーキを出されると、明日からダイエットすればいいやと、つい食べてしまうのと同じです。将来のために、今月は5万円を地道に貯金しよう、という理性の声よりも、最新のスマホを持って、周りからすごいと思われたい、言われたい。流行りの車に乗って、週末の道路で優越感に浸りたいという、目の前の強烈な誘惑に、脳が簡単に負けてしまうのです。行動経済学の世界では、この脳のバグを、双極割引という言葉で表現します。未来の価値を、現在よりも極端に低く見積もってしまう。つまり、遠くの大きな利益より、目の前の小さな快楽に飛びついてしまう、人間の悲しい心理のことです。この双極割引のバグに支配されている人は、資産形成においても、非常に危険な行動に走りがちです。地道に毎月数万円を積み立てて、15年かけて資産を育てるという、遠い未来が待てません。だからこそ、手元の貯金がないことに焦りを感じたとき、来月には資金が2倍になる
といったインフルエンサーが SNS で煽るようなよくわからない個別株への集中投資やギャンブル性の高い FX 取引になけなしの貯金を全額突っ込んでしまうのです。一発逆転を狙う焦りがさらに資産を減らし、最終的には取り返しのつかない状況に追い込まれる。そんな悲しい結末を迎える人が後を絶ちません。目の前の見栄を優先することがどれほど恐ろしいか、この階層を観察するとよくわかります。続いて2種類目の生態観察に行きましょう。ここからは少し耳が痛くなる方もいるかもしれません。貯金300万から500万円層のプチ贅沢の自称普通タイプです。あれ、これってもしかして私のことかもと画面の前でドキッとした方、どうか安心してください。この階層にいる方々は決して逃避家ではなく、むしろ日々の生活を一生懸命にやりくりしているとても真面目な方々です。だからこそ人間誰しもが陥りがちなとても身近で厄介な甘い罠にはまっているのです。このタイプの人の日常を少し覗いてみましょう。平日の夕方、スーパーでの買い物シーンです。彼らは少しでも家計を節約しようと必死です。こっちのスーパーの方が卵が20円安い。今日はポイント5倍デーだから日用品をまとめ買いしようと、数十円、数百円の節約のためにチラシを見比べ、わざわざ遠くのスーパーまで自転車を走らせます。日々のランチも外食は控えて、手作りのお弁当を持参したり、安いおにぎりで済ませたりと、本当に涙ぐましい努力をしています。自分は金銭感覚がしっかりしている普通の庶民だと強い自負を持っているのもこのタイプの人の特徴です。しかし休日の昼下がりや仕事帰りのカフェに場面を移すと、その行動は一変します。平日はあんなに数十円をケチっていたのに、週末になると1週間仕事と家事を頑張ったからと家族で5000円の豪華なランチをあっさりと食べてしまう。あるいは仕事帰りに毎日、これはストレス発散のための必要な出費だからと1杯800円もするカフェラテをためらいなく買ってしまう。スーパーでの20円の節約とカフェでの800円の発散、冷静に計算すれば明らかにお金は減っているのに、本人の中では全く矛盾していないのです。なぜこんな不思議なことが起きるのでしょうか。これもやはり人間の脳が引き起こす錯覚です。私たちの脳は自分に都合よく、無意識のうちにご褒美のための専用の財布を作ってしまいます。ギャンブルでたまたま買ったお金はパッと使ってしまうのに、汗水垂らして稼いだ給料は無駄遣いできないのと同じ現象です。これは生活費だから1円でも節約しなければならないという厳しい財布と、これは頑張った自分へのご褒美だから使ってもいいお金だという信じられないほど甘い財布、この2つを頭の中で完全に分けて管理しているのです。これを行動経済学の言葉でメンタルアカウンティングと呼びます。日本語では心の家計簿と訳されますね。お金というものはスーパーのレジで払う100円もカフェで払う100円も銀行口座から減っていく同じ100円であることに変わりはありません。しかし心の中で家計簿を分けてしまうと、ご褒美枠のお金はまるで魔法のチケットのように、いくら使っても罪悪感を感じなくなってしまうのです。この心の家計簿の罠は投資の世界に入った時に致命的な弱点となります。将来のためにとせっかく新NISAでインデックス投資を始めても、このタイプの人たちは少しでも相場が下がるとパニックに陥ってしまいます。なぜなら投資に回したお金も大切に切り詰めて貯めてきた自分のご褒美枠の原資だと心のどこかで感じてしまっているからです。画面上の数字がマイナスになった瞬間、せっかく節約して貯めたお金が減っていく。これなら
美味しいものを食べておけばよかったと、強烈な恐怖と後悔に襲われます。その後、闘士の最大の武器である時間を味方につける前に、これ以上減るのが怖いと、慌てて売却ボタンを押してしまうのです。いわゆる狼狽売りというやつですね。数十円の節約にはこだわるのに、相場の波に耐えきれず、数万円という損失を自らの手で確定させてしまう。握力の弱さがもたらす非常に残酷な結末です。自分へのご褒美を否定するわけではありません。しかし、そのご褒美が本当に自分の心を満たしているのか、それとも心の家計簿のバグによってただ無意識にお金が漏れているだけなのか、そこを客観的に見つめ直すことがこの階層を抜け出すための第一歩なのです。さて、ここからはいよいよ大台に乗った人たちの生態です。ご自身や周りの人を思い浮かべながら聞いてみてください。3つ目の生態観察は、貯金1000万から2000万円層のマイルド並みへの小金持ちタイプです。この階層まで資産を築き上げた人は、基本的にはとても真面目で計画的な人たちです。金利の高いリボ払いや身の丈に合わない車のフルローンなど、あからさまに愚かな借金に手を出すことはまずありません。お金の管理は決して下手ではないのです。しかし、通帳の残高が1000万円を超え、2000万円という大台が見えてきたあたりから、心の中にある種の油断焼きの緩みが芽生え始めます。自分は同世代の中でもかなり頑張って貯金してきた方だ。だから、そろそろ年相応の少し良いものを持ってもいいはずだ。そんな風に無意識のうちに財布の紐が緩んでいくのです。彼らはただ無駄遣いをするわけではありません。買い物をするときに自分を納得させるための非常に都合の良い魔法の言葉を使い始めます。それが、これは一生ものだからという言い訳です。50代にもなって安っぽいスーツや時計は恥ずかしい。一生ものだから数十万円の高級時計を買っても損はない。週末の趣味のキャンプも一生の趣味になるからと、プロが使うような高価なキャンプギアを一式揃えてしまう。一つ一つの買い物が数十万円単位になることも珍しくありませんが、自分にはそれだけの貯金があるという余裕が、ちょっとしたマイルドな見栄を肯定してしまうのです。これくらいなら買っても大丈夫だろうというかすかな優越感が生活のあちこちに顔を出し始めます。人間というのは本当に不思議な生き物で、収入が増えたり手元にある程度の資産ができたりすると、そのお金の大きさに合わせて生活の質も上げなければもったいないと勝手に思い込んでしまう性質を持っています。器が大きくなればその器を満たすまで水を入れてしまうように、持っているお金の分だけ支出の額も自然と膨らんでいくのです。この無意識のうちに生活水準が上がってしまう恐ろしい罠を、経済の法則ではパーキンソンの法則、あるいはライフスタイルクリープと呼びます。生活水準の無意識な膨張ですね。一度上がってしまった生活水準は、脳がそれを当たり前の日常だと認識してしまうため、後から下げるのは身を切られるような苦痛を伴います。だからこそ、資産が1000万円を超えたあたりで、ピタッと貯金のペースが落ちてしまう人が後を絶たないのです。と、ここまで非常に偉そうに解説してきましたが、聞いていて気分を害された方がいたら、本当にごめんなさい。何を隠そう。かつての私がまさにこれだったからです。偉そうに言っていますが、かつての私も男のステータスは時計だと本気で信じ込んでいました。時計をつける腕は1本しかないのに、ケースの中に機械式の高級時計を5本も並べて、毎晩それを眺めながら一人で悦に入っていたのです。当時はそれが男の趣味、大人の趣味だと思って、大人としての正しいお金の使い方だと完全に思い込んでいました。これが見栄ではなく
生活も心も豊かにする趣味なのであれば、何ら問題はなかったのでしょうが、私にとってはそうではありませんでした。このマイルドな見栄という罠は、それくらい私たちの心に静かに、そして深く忍び寄ってきます。さて、私の恥ずかしい黒歴史はこれくらいにして、4つ目の生態観察に進みましょう。ここからは上位数パーセントの世界に入っていきます。貯金3000万から5000万円層のステルスアッパーマスタイプです。この階層にいる人たちは、これまでのタイプとは全く異なります。あなたの職場にも一見すると、とてもそんなにお金を持っているようには見えない、地味で全然目立たないおじさんやおばさんがいませんか？彼らは全身を湯につろや無印良品などのシンプルで機能的な服で固めています。乗っている車も高級車ではなく、何年も乗り続けている小回りの利くコンパクトカーや、丁寧に乗られている中古車だったりします。スーパーに行けば恥ずかしがることもなく、夕方の割引シールが貼られたお惣菜を当たり前のようにカゴに入れます。どこからどう見ても普通の庶民にしか見えない彼らこそが、実は3000万円以上の金融資産を静かに保有しているアッパーマス層の正体なのです。なぜ彼らはそれほどのお金を持ちながら、こんなにも地味な生活をしているのでしょうか。それは彼らが他人からの評価や見栄というものに1円の価値もないことにとっくの昔に気づいているからです。自分が心地よいと思えるものの軸が明確にあるため、他人にどう見られるかにお金を使うことを極端に嫌うのです。見栄を完全に捨て去ったこのぶれない姿勢は、大いに見習うべき素晴らしいマインドです。しかし、そんな彼らであっても、決して完璧なスーパーマンというわけではありません。この階層まで上り詰めた人だからこそ陥りやすい、知られざる意外な弱点が存在するのです。それはお金を失うことへの異常なまでの恐怖です。私たち人間には、利益を得る喜びよりも損をする苦痛の方をはるかに強く、そして長く感じてしまうという生まれ持った心の性質があります。例えば道端で1万円札を拾った時のラッキーな喜びよりも、財布から1万円札を落としてしまった時のショックの方が何日も心に残り引きずってしまいませんか。喜びと悲しみの感情の重さは決してイコールではないのです。損をする苦痛は利益を得る喜びの2倍以上の強さで、私たちの心にダメージを与えます。この損をすることを極端に嫌がる人間の心理を、行動経済学では損失回避性と呼びます。ステルスアッパーマス層の人たちは、長年地道な節約と労働で3000万円という大金を作り上げました。だからこそ、この大切なお金を絶対に1円たりとも減らしたくないという損失回避の防衛本能が過剰に働いてしまうのです。その結果、どういう NG 行動に走るかというと、投資というリスクを極端に恐れ、資産のほとんどを現金のまま銀行口座に抱え込んでしまいます。株なんていつ暴落するかわからない。もしリーマンショックのようなことが起きて資産が半分になったら、私はショックで立ち直れない。そう考えて、絶対に元本が減らないと信じている銀行預金に3000万円をそのまま眠らせてしまうのです。確かに銀行口座の数字自体は減りません。しかし、ここで彼らは残酷な罠に落ちています。今の日本、そして世界は物価が上がり続けるインフレの時代です。今日100円で買えたおにぎりが来年には120円、150円になっていく。これはつまり現金の価値が目減りしているということです。暴落から資産を守っているつもりで、実はインフレという見えない税金によって3000万円の購買力を静かに確実に削られているのです。守りに執着しすぎるあまり、一番安全だと思っていた場所でゆっくりとカエルのように茹で上がっていく。
これもまた人間の心理が引き起こす皮肉なバグと言えるでしょう。さて、いよいよ最後の生態観察です。雲の上の階層とも言える貯金5000万円上層の金銭感覚バグりの純富裕層タイプです。この階層まで来ると、私たちの一般的な目線から見ると、その金銭感覚は少しバグっているようにさえ見えます。彼らの日常を観察してみると、非常に極端で一見すると矛盾に満ちています。例えば、ドラッグストアや家電量販店に行けば、こっちのクレジットカードの方が還元率が 0.5% 高い。このキャンペーンの日に買わないと損だと。ポイントの還元率や1円単位の損得には、まるで執念のように異常なほどのこだわりを見せます。普段の生活ぶりだけを見れば、あの人、結構なケチだよねと、周囲からこそこそ言われてしまうようなタイプです。しかし、その一方で、自分の健康を守るための最先端の自費診療の人間ドックや、家族と過ごすかけがえのない時間を生み出すための海外旅行、あるいは自分が心から愛してやまないマニアックな趣味の道具には、他人が思わずドン引きしてしまうような何十万何百万という大金を平気な顔をしてポンと出してしまうのです。1円をケチるのに100万円をポンと使う、この極端な行動は一体どこから来るのでしょうか。それは彼らが自分にとって本当に価値があるものは何かっていう軸を強烈なまでに持っているからです。そしてその価値基準の中に過去の執着や他人が自分をどう思うかという無駄な感情のコストが一切含まれていないのです。普通の人ならせっかく高いお金を出して買った服だから着なくても捨てられないとか、ここでやめたら今まで費やした時間とお金がもったいないと、過去の出費に縛られて合理的な判断ができなくなってしまいます。しかし彼らは違います。今この瞬間の自分にとって価値がないと判断すれば、過去にどれだけお金をかけていようが未練なくスパッと切り捨てます。他人の目という人生において最も無駄なコストを完全に排除しきった究極の合理性を持っているのです。このようにすでに支払ってしまって二度と戻ってこない費用のことを気にせず、今と未来の価値だけで判断できる素晴らしい能力を行動経済学ではサンクコストの無視と呼びます。サンクコスト、つまり埋没費用に縛られないという強靭なメンタルの持ち主なのです。この研ぎ澄まされた合理性こそが彼らを5000万円以上の世界へと押し上げた最大の武器と言えるでしょう。さて、ここまで50代の資産格差を生む5つの階層の生態をこっそりと観察してきましたが、いかがでしたでしょうか。フルローンで見栄を張ってしまう人から、ご褒美の財布を分けてしまうプチ贅沢な人、一生ものと言い訳をしてしまうような小金持ち、あるいは地味に現金を抱え込むアッパーマス層に究極の合理性を持つ純富裕層、これらを順番に振り返ってみて、皆さんはある残酷な真実に気づきませんでしたか。そう、それは資産を減らし老後の格差を決定づけてしまう最大の原因とは、決して毎月の給料や収入の少なさではないということです。お金がたまらない本当の理由は、他人への見栄と感情のコントロール不足、つまり誰もが持っている脳のバグを放置していることなのです。観察してきて分かった通り、上の階層に行けば行くほど彼らが優れていたのは、複雑な金融の知識やお金の計算能力ではありませんでした。他人の目を気にせず、自分にとっての本当の価値を見極めるという心の在り方が研ぎ澄まされていたのです。お金というのはただの紙切れやデータであり、それ自体が偉いわけではありません。お金は自分と家族の生活を守り、人生の選択肢を増やすためのただのツールに過ぎないのです。
だからこそ、隣の人がどんな車に乗っているか、同窓会で自分がどう見られるか、そんな他人との見栄の比較に、あなたの大切なお金と人生の貴重な時間を、これ以上すり減らす必要はないのです。もし今日、この動画を見て、自分もあのバグにはまっていたかもしれないと、少しでもヒヤッとした方がいたら、それはあなたの人生が変わる素晴らしいチャンスです。今、あなたがどの階層にいたとしても、決して遅くはありません。50代、60代からでも、私たちの人生はまだまだ続きます。今日から他人の目を気にする見栄を一つずつ捨てていきませんか？そして自分と家族の本当の自由のために、賢く、したたかに資産を育てていくマインドを取り入れましょう。私は一緒に勉強し、行動し、心穏やかな未来を手に入れる。そんな同世代の仲間を作りたいと本気で思っています。お金の不安もなくし、本当の意味での自由を手に入れるための航海は、見栄を捨てたその瞬間に始まります。皆さんは今日からどんな見栄を捨てますか？ぜひコメント欄であなたの決意を教えてください。その一歩が同じように悩む仲間の背中を力強く押すはずです。チャンネル登録と高評価でこの船に乗り込んでいただけたら嬉しいです。これからもこのチャンネルでは50代、60代からの人生を豊かにするためのリアルで時に少し耳が痛いけれど本当に役に立つ知恵を発信していきます。私と一緒に賢くしたたかに自由への航路を進んでいきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。